すごいのか、Android フラッグシップ7社のカメラがすごいのか、どっちがすごいのかまとめて評価していきたいと思います。どうも、とびです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、先日12台のハイエンドを使った性能対決をしたんですが、今回はですね、8台の端末を使ってカメラの性能評価をしたいと思います。で8台の端末なんですが、前回の12台から選別してまして、各社の代表スマホをですね、選んでます。で、カメラの評価なんですが、非常に難しくてですね、私もそんなに詳しくないので、できる範囲ってことになるんですけど、まずは写真ですね、を評価していきたいと思います。ちょっと環境をご紹介しますと、最近ちょっと見せてるこのチャートみたいなやつですね。これ EIA の一部の解像度評価で使うものなんですけど、ここのパラメータを使ってですね、線の重なり具合で解像度がどれぐらい取れてるのかっていうのを見れる。これは低照度時とかですね、使うと低照度時のノイズとか、その辺のパラメータが見れるという形になってます。で、あと HDR の評価が非常に難しくて、今ですね、電球をいくつか配置してますが、簡易照度計を置いてあります。ここ1200で今103で、実はこっちにも中あって1300って形になってますけど、この電球ですね、実は強さを変えられるようになってます。こんな形で今82まで落ちて、これ82の今52、1300って形で、できる限り明暗ですね、強弱をつけた環境でちゃんと映るのかっていうのを見ていきたいなと思ってます。で、低照度撮影時の時もですね、この電球の明るさを変えられるので、できる限り暗い環境から明るくなってきた時にどうなるのかっていうのを見ていきたいなと思ってます。はい、こちらがですね、今回評価するカメラのスペックを表しています。赤文字のところがですね、今回評価する端末なんですが、ポイントはですね、各端末のセンサーサイズと、実際使われるピクセル単位の画素サイズのところを見ていただけると思います。センサーサイズに関しては Xperia の 1.7 分の1から Xiaomi のほぼ1分の1、1インチセンサーまで大きさありますけど、実際のピクセルサイズっていうところではだいたい12メガピクセル時にミニマム 1.8 マイクロからだいたい 3.2 マイクロぐらいですねまで大きさの差分があるので、この辺りがですね、写真の性能にどう現れてくるのかっていうところがポイントになるかなと思います。今回8台の端末を選んでますが、青いところはそれぞれの端末のレビュー上げてますので見ていただければ幸いです。それで今回カメラのテスト項目なんですが、大きく3点ですね行います。昼間の撮影に関してはほぼどの端末でも差分っていうのは小さくなってくるので、主に夜間ですね、性能が求められるような環境を疑似的に作ってメインカメラの写真の性能を測るという形にしてあります。項目としては HDR 性能、あとレンズ、あと解像度、ノイズ3ポイントですね、それぞれ環境を作って評価してあります。で、 HDR に関してはダイナミックレンジがかなりあるような環境と若干弱めた環境、あとレンズに関してはフレアゴーストがどれぐらい出るのかっていうところですね。で、解像度、ノイズに関してはもう極限まで暗い環境にして、もうちょっと撮影時に見えるかなっていうところまで低照度の環境から、夕暮れとか夜景に結構違い短所での解像度、ノイズのテストをしています。実際撮った写真がどうなのかっていうのは、実際にですね、夜景撮影撮った写真があるので、それをですね見ていただけると思いますので、ここは性能を評価するっていうよりも、実際にどんなものが撮れるかっていう形で見ていただけると思います。写真が結構メインなので 4K でご使用されることをお勧めします。それではですね、ざっと見ていくんですけど、かなり枚数が多いので、基本撮った写真を5秒から10秒ぐらい流した後、比較っていう形で、ざっとコメントしながらですね流して、一応フル画像で出す写真も置きながら、後でまとめた感じで比較していくっていうような流れでいきますので、気になる写真があるところはちょっとフル画面の動画まで戻ってですね確認して見ていただければなと思います。じゃあですね、ちょっと多いんですけどざっと見ていきたいと思いますね。まず HDR の今日ですね、カメラにとって一番厳しいところですけど、ちょっと見ていきましょう。で、まず iPhone ですねを撮った時なんですが、この環境を説明しますと、9ルクスぐらいあるところから5300までのいわゆるその明るさの差分があって、かなり暗所と明るいところの差分が大きいというような形になってます。なのでここで見れるところは HDR の性能がですね、厳しい時 HDR の性能がかなり求められるような時にどうなるのかっていうところが見えてくると思います。これ見ていただければすぐ分かります。この辺も素人火でかなり大変なことになってますけど、電球自体はですね、こういった形で半透明というか中が透ける電球なので、本来だったらこういう中が透けるようなものが見えてるべきだっていうところなんですけども、そういったのも全然見えないという形で反射して見えてますけど、こんな感じで撮れてますというのがiPhone です。この後ですね、ざっと流していきたいと思いますね。
これは Galaxy S22 Ultra ですね。これも結構白飛びしてる感じですね。色合いがまただいぶ違うかなって感じです。で、これ Xperia ですね。Xperia も結構白飛びがしちゃって、少し先ギャラクシーとほぼ同じぐらいですかね。暗いところ暗くなってていい感じではありますけど、これ Xiaomi ですね。Xiaomi だとちょっと電球の中は見え始めてますけど、それでも白飛びが少しあるような感じで、かなりHDR 性能を求められる環境がこれできてるかなと思います。これは Vivo ですね。HDR 性能最強と言われてるやつが来ましたけど、電球のこの電熱線みたいなところまで見えてますけど、こっちの方ですね、これ 120W で、こっちは結構緩めで30から 15W ぐらいで落としてるんですけど、中まで見えてるってところが非常にすごいかなと思います。さすが Vivo かなと。若干ちょっとですね、この辺の AI 補正がちょっとしくじってるところが今回評価してみて分かったところですね。夜景の細かい画像でこういうのは実は隠れて見えなかったのかもしれないですけど、ちょっとこの辺気になるかなと。Oppo ですね。Oppo も意外とここら辺綺麗に撮れてるんですね。HDR 性能若干白飛びあるんですけど、先ほどの Vivo みたいな変な補正とかなく、ちゃんと段ボールの中が綺麗に見えてるんで、これはすごいんですけど、若干ノイズっぽい感じですね。で、これ Motorola X30 Pro。これやっぱ白飛びが厳しいし、フレアというかちょっとぼやっとしちゃってますね。はい、こちらがですね S 全本ですけど、全本若干抑えめですね。白飛びはあるけど若干少なめっていうような感じですね。この辺のちょっとノイズも少し出てるかなと思います。はい、こちらがですね8台の端末ざっと並べて映してる画面になってますけど、HDR 性能、強っていう形でかなり求められる性能下では、Vivo がやっぱし一番かなってところですね。AI 補正のところ若干気になるんですけど、2番は Oppo が意外と頑張ってるかなってところと、3番はXiaomi かなって感じですね。この辺の電球の中が見えているってところと、白飛びの量が少なめっていうところで、比較するとそんな感じかなと。あとこの辺の電球の電熱線の見え方ですね。そういったところも確認すると、大体1、2、3がそんな感じかなという感じで、一番悪いのはこの中では iPhone が白飛びが一番大きくなってるんですけど、Galaxy とか Xperia とか Motorola、あと全本はですねちょっと少なめですけど、この辺3つは大体同じような感じですね。白飛びの量がっていう形になってます。次の評価になりますが、こちら今度ですね HDR の性能かなり先ほど厳しかったんですけど、電球を追加して電球の明るさも変えて、一番低いところですね230なんで、こっちにも電球を置いてるので結構1600で赤くなっていて、5200ってことで、HDR 性能ダイナミックレンジを少し幅を狭めた形でどうなるのかっていう評価になってます。で、先ほどの iPhone から見ていきますけど、白飛びが一気に減ってますよね。前回かなり白飛びこの辺バーって出てたのが一気に減って、電球の中もちゃんと見えてるので、この辺 iPhone 一定レベルの HDR 性能の要求度が収まってくると一気に画質が良くなるって感じですね。この辺結構優秀だし、真ん中のところはちょっと厳しいですけど、この辺本当は電熱線見えたらすごいんですけど、先ほどと全然違った結果が得られているのは非常に興味深いかなと思います。ギャラクシーですね。ギャラクシーもやっぱし減ってきてるので、やっぱりその HDR の要求度によって一気に変わってくるってところがここから見えてきてるかなと。中先ほど iPhone よりも若干中ここ見えてますよね。この辺のちょっと AI 補正っぽい Vivo と同じような雰囲気が出てますけど、Xperia もこの辺も白飛びなくなって若干この辺は変な色合いついてますけど、暗いところ暗くなっていい感じで撮れるようになってるかなと思います。この辺の電球の中がやっぱしまだまだ見えきてないって感じですね。Xiaomi 真ん中ちょっと飛んじゃってますね。真ん中飛んじゃってるんですけど、右の方は先ほど他の端末同様中までちゃんと見えてるという形で、暗いところはちゃんと暗くできてるので結構優秀かなと思います。こちらがですね Vivo なんですが、先ほど同様やはり HDR 性能高いので、今度真ん中の電球もちゃんと見えてますし、端っこも見えて、やっぱりこの辺なんか AI の補正で変な感じになってるのは気になるところですね。それ以外は特に問題なくて非常によく撮れてるかなと思います。次ですね Oppo は先ほど綺麗に撮れたのはなんかいきなり全部白飛びしちゃって、これ謎なんですけど、いきなり暴走しちゃってる感じなのが非常に気になるところかなと思います。これが一番、よろしくないパターンかなと思います。で、モトローラですねなんですけど、真ん中の電球ちゃんと見えてるので、他の端末真ん中の電球見えてないのは非常に多いんですけど、結構モトローラは頑張ってるかなと。全体的に結構綺麗に撮れて、この辺もちゃんと変な補正も入ってないので、下手すると Vivo よりいいかもしれないなってぐらいですよね。
ちょっとこれは驚きかなと。で全本なんですけど、真ん中ちょっと厳しい、他の端末と結構同じような感じですね。ただ端っこもちゃんと見えるようになったということで、HDR の要求度が少し低くなると、各端末かなり見れるようになるっていうのが今回傾向でこれで分かったかなと思います。でこれが全部の比較ですね。1番はやっぱし vivo ってところですけど、2番と1番これ悩むところです。モトローラ、3番はですね、やっぱりその真ん中の電球が見えない端末が結構多くて、iPhone も Galaxy も Xperia も Xiaomi も全本も甲乙つけ方しですよね。ほぼほぼ結構みんな同じような感じで綺麗に撮れてるかなって感じですね。中までちゃんと撮れてるのは vivo が一番すごくて、モトローラもかなり頑張ってるかなというような結果になってるので、極端な HDR 要求性能が高い極限レベルじゃなければそこそこですね、各端末頑張れるのかなっていうのがこれで見えてるかなと思います。次はですね、レンズのパフォーマンスをちょっと見ていきたいと思うんですけど、今回電球をですね3つここに集めてます。でルクス系も9500でこれ目で見るとかなり明るくて厳しい環境なんですけど、ここにですねちょうどこの電球のゴーストみたいな形になってるとか、この辺フレアっぽいのも出てるやつのが出てくるのかなという形で、この辺のゴーストがどんな感じになるのかっていうのを各端末見ていくという形になります。この電球の電源線がこの辺にちゃんと出てますよね。でギャラクシー、iPhone に比べるとこの辺うっすら見えてるぐらいで結構少ないかな。ただこの辺ぼやっとしてるところはちょっと気になるところですね。Xperia はちょっと出てますね。ギャラクシーよりはちょっと出てるけど iPhone よりも少ないぐらいな感じかな。あと画質的にはちょっと暗いところ結構暗くて、この辺ちゃんと電球の中も見えてるので結構頑張ってるかなと。でシャオミの方は、ちょっと白飛び気になりますけど、かなりゴーストが iPhone と同じぐらい出てるのがちょっと気になるかなって感じですね。この辺ちょっと白くぼやっとなってるところもあります。で vivo は中でね見えてますけど、相変わらずこの辺のちょっと補正暖房のところがおかしくなってるのはありますけど、この辺ゴーストがですね、ちょっとまだらな感じだけども電球の電熱線がはっきり見えるって形ではなってないので、この辺はやっぱすごいなっていう感じですね。OPPO はわずかに見えてる感じですけど、ちょっとこの辺の少しぼやっと出てるところは惜しいところかなと思います。白飛びは先ほどの変な傾向が見えてますね。モトローラは結構抑えられてるのでびっくりしたんですけど、ちょっとノイズは結構ありますけど、フレアが出てるのかな、少しこの辺出てますね。この辺のゴーストに関してはかなり抑えられてるので、優秀かなと。明確に見えてるような感じではないですね。うっすら見えてる感じです。で ASUS はちょっと線が電熱線見えてますけど、若干少なめって感じですね。ASUS 全本も結構頑張ってるかなっていう感じだと思います。はい。でこれ並べて比較すると、やっぱiPhone と Xiaomi が明らかにこのゴーストが厳しいですね。vivo はこの辺がどんな感じでやってるかわかんないですけど、明確には見えてない。ごまかしてるのかちょっとわかんないですけど、でモトローラもほんのわずか見えてる。これ Xperia はやっぱり線が見えてますね。で全本もこの辺ちょっと画像をかぶってわかんないけど線が見えてるので、この2機種に関してはゴーストかなり抑えられてる感じですけど、それ以外はうっすら見えてる感じですね。ギャラクシー、Xperia、全本ですね。で特に強いのが Xiaomi と iPhone がちょっとゴースト強めという形になってます。フレアちょっとぼわったりしてるのはちょっとこの辺気になりますけど、はい。じゃあですね、次低照度、このテストはですね、もうほとんど部屋がですね真っ暗で、普通に見るとこの写真もカメラ越しではなかなか見えないぐらいのレベルで、ほんのわずかに光を入れてる感じですけど、ほとんど真っ黒ですという感じで、これ iPhone 撮ったんですけど、真ん中に焦点合わせてこの縦ですねの線が重なり合うところがどこなのかってポイントで解像度が分かるというような試験になってます。でポイントはどれぐらい明るく撮れるのかってところと、この線がですねちゃんと分離して見えるかってところですけど、比較的これ明るくは見えてるってところはすごいかなと。ただもう線はもう分離してノイズがすごいですね。ノイズが結構あるので、こういった低照度環境でのノイズがどうなるのかってところが、この結果ではちょっとノイズが多めになっちゃうってところが特性として出てるかなと。でギャラクシー、先ほどでもやっぱ暗いですよね。 iPhone に比べるとちょっと暗めで、もう
先ほどの数字が読めないぐらいノイズがすごいし、もうちょっとこれも低照度環境ではギャラクシー相当厳しいですね。ノイズまみれという感じになっている感じですね。解像度ももうめちゃくちゃ低いって感じです。でエクスペリアもっと厳しいですね。これもうほぼほぼ画像自体もすごく厳しいし、ギャラクシーに比べるともう字が読めないレベルさらに厳しくなって、ノイズも解像度ももうかなり厳しい状態になっているので、低照度の環境ではちょっとエクスペリアかなりもうこれは厳しい結果かなと。でシャオミになると一気にこれ明るくなって、1日センサーの威力を発揮してると思うんですけど、iPhone に比べると若干暗めなんですけど、ノイズがかなり抑えられているところがポイントかなと思います。一応ちゃんと線もですね分離して見えてるので、非常に暗い環境でこれはすごいかな。ただモニター上はですねほとんど見えなくて、撮った結果はこういうふうに明るいんですけど、モニター上ほとんど見えないんで、この枠に合わすのがほぼほぼ勘でやったんですけど、そこはちょっと他の端末は見えてたんですけど、シャオミは見えないってところはちょっと課題かな。vivo は低照度環境で驚いたことにこの線が下まで見えてるっていう解像度も高いです。若干ノイズは、シャオミに比べて多いですけど、解像度がこの低照度環境でここまで保たれるのはすごいですね。画質としても比較的明るい感じですね。色合いはちょっと変な感じですけど、実際色はですねこういった白熱と薄されてるので、合ってるといえば合ってるかなという感じです。で OPPO はですね意外にも結構明るく映っていて、解像度は vivo よりも少し劣る、ノイズも少し乗ってるんですけど、全般的に低照度でここまで OPPO が頑張ってるのはちょっとびっくりかなと。766のセンサーでここまでいけるのは、もしかしたらマルシリコン X ですかね、独自のプロセッサーの威力を発揮してるかもしれないなというところですね。でモトローラ200メガピクセルですけど、若干暗めですね。解像度もかなり厳しい。ちょっともう一応上の方分離してるけど結構ノイズまみれですね。なので解像度は200メガピクセルで非常にピクセルサイズが一個一個小さいっていうところもあって、ピクセルウィニングもあんまり低照度環境ではちょっと活かしきれてないのかもしれないですね。全本は比較的頑張っていて、OPPO と同じセンサーですけど、かなりですねノイズも抑えられていて、分離線も解像度もそこそこ頑張っている、明るさも取れてるってところで、意外にも全本頑張ってるかなって感じですね。でこれ比較すると、どれが一番すごいのかなってところは、解像度で言えばもう vivo ですね。この今赤い線を矢印つけてるところがどこまで分離して見えてるかってところですけど、右側の線に関しては最終線まで見えてるので、これ vivo が低照度環境での解像度は非常に高いかなと。一方で明るさっていう面では、iPhone が比較的明るいですね。あと vivo も明るい、あと全本も比較的明るいってところはあるかなと。でノイズはシャオミがやっぱ少ないですね。どのやつに比べてもノイズは少なめってところがシャオミがいいところかなっていうところです。次ですね、暗所。もう少し光を入れて、夕暮れというか夜景撮影の時によくあるぐらいの明るさを入れてるとどうなるのかってところです。で先ほどの iPhone の画質に比べると一気に改善してるような形で、もうかなり明るく、実際にここまで明るくないんですけど、明るさもほぼほぼ全く問題ないレベルで、解像度もこの線がくっきり見えるようになってるというところで、少し光が入るだけでだいぶ解像度、あとノイズですね、性能が上がるかなっていうところですね。もうかなり綺麗に撮れてるかなと思います。縦線のところはどこまでいけてるかってところでも結構なところまで、こっちは全然問題ですね。2つ目の細い線は比較的真ん中ぐらいまでいってるかなって感じです。でギャラクシーもですね、さっき結構厳しかったんだけど今回どうかって言ったら前から厳しいですね。ノイズ解像度ともに厳しくて、ちょっと暗所はギャラクシー、これ見るとiPhone に負けちゃうなって感じですね。解像度ノイズも明るさも含めて負けちゃうかなって感じのレベルになってます。でエクスペリア先ほどかなりノイズまみれで厳しくても暗くて見えなかったのは一気にですね改善して、解像度も比較的いいし、明るさはあれですけど解像度は一気に上がってる感じですね。ノイズも比較的抑えられてて非常にいいかなと。でシャオミですね、シャオミもかなり改善していて、解像度ノイズともに非常に高いレベルになっていて、もうこの辺の明るさも、iPhone に比べると同じか少し劣るぐらいかもしれないですけど、非常に綺麗に撮れてますよね。
で Vivo は相変わらずですけど、解像度も上がってますけど、これぐらいの明るさがあると他の端末と変わらないぐらいの解像度っていうところですね。若干この辺がぐちゃぐちゃってなってるのが気になるところですね、下の方が。で Oppo はですね、同じく比較的頑張っていて解像度も、Vivo と同じレベルぐらいですね。この下の方はやっぱり厳しいですけど、明るさも普通に撮れてるかなと。でモトローラがびっくりで一気に改善していてですね、もうこれ解像度で言えばかなり高いかなと。あとノイズも結構抑えられて非常にシャープに線が見えているので驚きの結果が得られてますということで、ある程度の明るさがあると HP は200メガピクセルのセンサーですね、威力を発揮するような感じですね。これだと全本の方ですねなんですけど、ちょっとノイズが多いですね。明るくなっても解像度は少し改善って感じですね。他の端末に比べたらちょっと解像度弱めっていう感じになってるかなと思います。でかなりの端末がですね解像度改善してきて、ちょっとどれが一番いいのか分からなかったので iPhone Xperia Xiaomi X80 Pro Find X5 と X30 Pro がだいたいこの550のところまで見えてたので、どれがいいのかなってこう並べてみたんですけど、よく見ると、X30 Pro が僅差で1位かなって、次は iPhone かなっていうような解像度の結果になってるってところで、アンションに関しては iPhone 解像度非常に良くなるってところが、今回見えたところとしては大きいかなと思います。意外にも Xiaomi 12S Ultra 解像度っていうところでは、1インチセンサーなんですけど、非常に僅差ですよね。若干ぼやっとしているところでちょっと厳しくなっているのかなって感じですね。ほぼほぼ全部12メガピクセルぐらいで動いているので、結果としてはこうなるのかなっていうところですけど、他のですね高画質モードに変えるとまた違った結果が出てくると思いますが、あちらの方は昼間とかじゃないとまた厳しくなるので、夜間だったらこの辺のパフォーマンスがですね参考になるかなと思います。で並べるとですねこんな感じになっていますってところで、先ほど比較した端末はだいたい550ぐらいまでの左の線のところまで見えてるというような感じで、大体同じぐらいですね。でギャラクシーが一番この中で悪くて、少し悪いのがエースって感じで、他はほぼほぼ同じレベルの解像度が実現できてるかなと思います。でノイズっていう面ではXiaomi が一番少ないかなって感じですね。で明るさは、これ見ていただけると分かりますけど、ちょっとモトローラの方が明るいのかっていうところが微妙ですけど、iPhone かモトローラかっていうところですねっていう感じになってます。はい、ここまででですね基本的な性能評価、HDR とかレンズとか解像度ノイズの評価になるんですが、ここからはですね実際に撮った夜景になるので、あんまり性能比較っていう感じよりも、こんな写真がこの性能の結果得られましたってところで見ていただければと思います。ざっと流していきますね。こちら iPhone の方で撮った写真ですね。これ東京駅の周辺も含めて写ってますけど、どうですかね。これ細かい説明はちょっと省かせていただきまして、だいたい5秒ぐらいでザーッと流していきたいと思います。これギャラクシーですね。ちょっと明るめかなーって感じですね、先ほどの比べると。これエクスペリア、またちょっと色合いが先ほどとギャラクシーと比べてもちょっと暗めですけど、色合いが濃く映ってる感じがしますね。でシャオミ、これも結構綺麗に撮れてるのかなって感じですね、この辺の緑のところも。で Vivo、 HDR 性能高かった Vivo ですけど、なんかちょっと明るめすぎる感じもしますけど、細かいところは非常によく撮れてますよね。木とか Oppo ですね。Oppo も比較的明るめで撮れてるって感じですね。モトローラ、先ほど意外にいいパフォーマンスも出してたんですけど、木とか結構綺麗に撮れてますよね。若干色合いが他の端末とはちょっと違う面もあるし、明るすぎる面っていうところもあるかもしれないですね。ASUS、ちょっとなんかノイジーっぽい感じもしますけど、ちょっと薄めですね、色合いとしては。はい。でこれが8台ですね、並べた感じですけど、どうでしょうか。だいぶ色合いが違いますよね、端末間で。でそれぞれこれぐらいの細かい写真だとどれがいいのかって全くわからなくなってきますけど、少しですね拡大した写真を次のページで載せてみます。で真ん中のところですね、ちょうどこういう明るいところとこの建物がありますけど、こう見るとやっぱし端末間の差が少し出てきてるかなと。S やっぱノイズが多いなってところですね。で iPhone も比較的結構綺麗に撮れてるかなと。でこの
字のところは、エクスペリアとか全然見えてないですけどね、これなんて書いてるか、なんとか ZO って書いてますけど、字のところはやっぱ見えてる見えてないっていうのはあるかなって感じですね。シャオミは若干ぼやっとしてる感じがありますね。ノイズを抑えるためにこんな感じになってるのかちょっと微妙ですけど、他はどうですかね。この辺夜景撮影に関しては非常に見た感じ、このぐらいのレベルだとなかなかどれがいいのって分かりづらい感じがしますよね。ちょっとツイッターとかでどれがいいんですかみたいなアンケートみたいな取ってみたいなとはちょっと思ってたりします。はい、じゃあ次のシーンですね。こちら先ほどよりも東京駅を結構近くで撮った写真になりますけど、ポイントはこう暗いところもあるし、こういった中も明るいところもあるし、この手前の木とかですね、この緑のところ木がちゃんと撮れるのかってところ、あとこの辺の黒つぶれしてないのかってところがポイントかなと思います。これ iPhone ですけど、この辺緑とか非常に綺麗に撮れてますね。でこれ結構一定の明るさ以上があるので、やはりこれまで評価したパフォーマンス HDR 性の解像度ノイズってところが如実に現れてる感じかなと、非常に性能高いかなと思いますね、これを見ると。でこれギャラクシーちょっとどうでしょうかね。結構綺麗に撮れてる感じはあります。木はちゃんと映ってますね。でこれがエクスペリア、この辺大丈夫な感じですけど、独特のなんか色合いありますよね。でこれ Xiaomi 12S、緑のところもちゃんと撮れてるし、なんかこっちはちょっとiPhone に比べるとちょっと黒つぶれが起こってるかもしれないですね。でVivoはなんか明るいですね。もう木がもう緑がもう明らかに見えちゃってて、これはこれでちょっと実際の写真っていうか肉眼で見た時に暗いところは暗くってところから考えるとって感じありますし、遠いところのこの辺の建物とかも全部見えちゃってますね。Oppo 結構意外とこの辺綺麗に撮れてますね。若干ノイズが乗ってる感じがしますけど。でこれはモトローラ、なんかちょっとこの辺がいまいちな感じしますね。色合いがやっぱし薄めっていうのもあるのかな。遠いところの建物はやっぱり黒つぶれ起こってますね。でこれは S、緑のところは頑張ってますね。なんかこうシャープネスが強いのかな。若干ノイズっぽく見える原因になってるかもしれないですね。はい、これがですね比較した8枚の写真になります。どうでしょうか。なんかやっぱしあれですね、この暗いところは暗くちゃんと写しながらも明るいところは明るくってところは Vivo はなんか全般的に見えてるんですけど、この辺は良し悪しですよね。雰囲気をちゃんと捉えるっていう面では、実際の肉眼と違うってところはちょっと問題かなって感じですね。こういう写真になっちゃうと、この辺なんか全般に明るいところと暗いところもしっかり表現できてるので、この iPhone の写真結構すごいかなって感じですね。こんな感じだと。じゃあ次のシーン行きましょう。こっちはちょっと分かりづらくてビルですね。手前に木があるので、この辺がちゃんとボケないかって話と、ビルのところ本当はこの明るいところが12345あって、ちょっとですねこの辺白飛びとか起こるのかなってところも距離もあるのであるかなっていうようなのを期待して撮った写真になってます。ビルはあれですね、結構この辺の部屋の中まで映ってるかどうかってところですかね。iPhone に関しては手前の緑のところも結構綺麗にちゃんと撮れてますね。でこれがギャラクシー、若干もやっとしてる感じですね。少しもしかしたらフレアも入ってるのかな。ちょっと先ほどと iPhone と比べるとちょっと明るすぎるような感じがしますね。これエクスペリア、結構明暗がくっきり出て、この辺の建物の色が非常にいい感じですね。この手前の木はちょっと解像度的にはちょっとあれなのかな、どうなんでしょう。この辺のガラスのところとか結構いい感じで撮れる感じですね。でこれシャオミ、なんかこの辺のノイズがすっごい少ないですね。あと特段ないかな。手前の木とかも綺麗に撮れてる。でこれがVivoはやっぱしなんかちょっと明るめですね。明るめなんですけど細かいところは全部もうこの木とかすごいですね。葉っぱ一枚一枚綺麗に撮れてますけど、建物のこの辺の外壁もすごい綺麗に見えてますね。これOppoですね。Oppoに関しては普通かな。特に気になるところはない感じですよね。でこれモトローラもなんかこの木の解像度高い感じしますね。あとは建物も比較的見えてる。この写真なかなか普通っていう感じであんまり
なんか特徴がつかみづらいですね。でこれは全本なんかやっぱしノイジーっぽい感じでシャープネスが強いのかな。キットがちゃんと取れてるんですけど、この辺は他の端末とはちょっと違う傾向が見えてますよね、全本は。はい、これが8枚ですね、比較した写真になってます。緑のこの手前の木とかだいぶ色合いが違いますよね、各社。あとは建物のこの遠いところがちゃんと外壁まで映ってるかとかですね。あとはこのビルの中の照明の映り具合がどんな感じなのか、手前のやつがちょっとぼやっとしてるところが差分が少しぐらいある感じなのですけど、あんまりこの写真に関しては端末間の差は見受けられないというか、そんなない感じですね。はい、はい、以上でですね、一応撮った写真も含めて比較してきましたけど、まとめるとですね、各端末いいところ悪いところがあるかなと思います。iPhone もですね、いいところもあるし悪いところもあって、iPhone と Android と比べて、iPhone のカメラいまいちっていう話もよく聞きますけど、一方である環境下ではパフォーマンスを発揮するっていう面もあるので、厳しい環境で一気に悪くなるってところが、この Android と比較するときにそこの部分では負けちゃうんですけど、他の面では勝つところもあるかなっていうのが今回見えたかなと思います。でそれぞれの端末ですね、いいところ悪いところあってもここではちょっと説明がしきれないですけど、全般的に高い HDR 性能を要求するところであるとか、低照度で非常に暗いところではかなり各端末間の差が大きく出るっていうところですね。なのでそういったところでは端末の限界性能、最大パフォーマンスの差が今ハイエンドでも出てくるっていうのが分かったかなと。一方で中程度の HDR、 あと、そこそこ暗いところですね。一般的な夜景って大体そんな感じのところだと思うんですけど、一部ですね除いてほとんどの端末がノイズも解像度も良好で、ほぼほぼいい写真が撮れるってことも今回分かったかなと。それぞれの色合いとかノイズの差っていうのは若干あるんですけど、みんな撮れてるかなと。でもう一つはレンズなんですけど、レンズはどんな環境にもよらず、フレアゴースト、特にゴーストに関してはもうずっと見えっぱなしというか、その辺は見えてる端末が非常に多くて各社苦戦してる感じがあるかなと思います。若干の差分はあって頑張ってる端末もあるんですけど、ここの差もですね、一番厳しいものがあるんですけど、普通の端末はぼやっと出てるぐらいであんまり差がないっていう感じですね。という感じになってます。はい、今回ですね、いろいろ評価して2日間ぐらいずっと写真とにらめっこで整理するのも非常に大変だったんですけど、各端末なんとなくいいところ悪いところが見えたかなっていうふうに、私個人的には思いました。で私自身そんなにカメラ詳しくないので、見る人が見ればもっと各端末の特徴がですね分かっていい悪いがあると思うので、そのあたりですね Twitter の方では、高解像度の写真とかアップしておくので、何かとコメントとかですねいただけますと幸いです。はい、今回のカメラの評価に関しては以上になります。ちょっとですね動画に関しては評価が非常に難しいので、揺さぶりを自動的にかけてどれぐらい手ブレ補正効くかみたいなやつとか今作ろうかなって悩んでるとこなんですけど、動画の評価に関してはちょっといい評価ができる方法が見つかったらやってみたいなというふうに思ってます。はい、今回のレビューは以上になります。それではまた。